トロベリーマスカルポーネクリームトライフルじゃね。断面はこんな感じで、3杯目の方が濃いです。もうバラバラです。謎肉も入ってますしね。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。ストロベリーティラミス1298円です。人気のグラス入りティラミスの新フレーバーです。1個あたりは216円。原産国はイタリア。賞味期限は6月21日です。酒精で長持ちさせているようで、定番のティラミスカップのようなアルコール臭が心配でしたが、これは大丈夫です。いちごの香りが勝っています。でもワインも使われていますし、お酒に弱い人は注意した方がいいと思います。どのように使われているかが分かりませんでした。私はお酒に弱いわけではないんですけれども、疲れた時にこれを食べたらほわっとアルコールが回ってくるのを感じました。少し苦味も感じます。1個あたりのカロリーは215キロカロリーです。下からストロベリージャム、マスカルポーネクリーム、スポンジ、またマスカルポーネクリーム、そしてトップにストロベリージャムです。ストロベリージャムはコーンスターチを使っているので固めです。原材料の黒人参は色を濃くする着色用だと思うんですけれども、ポリフェノールが多いですよね。ココアパウダーもコーヒーも使っていないんですけれども、マスカルポーネチーズは使われているので、ティラミス甘さは控えめ、とても軽い味わいであっという間に食べちゃいます。私にとっては飲み物でした。美味しかったです。てかこれストロベリーマスカルポーネクリームトライフルじゃねと思いましたけど、お値段も味もコストコのスコップケーキストロベリーマスカルポーネクリームケーキが勝ってると私は思います。グラスは耐熱温度が不明なので冷たいデザート作りに使っています。サンミッシェルガレットチョコ 756g 1398円です。新商品です。3枚入りが25袋、全部で75枚。1枚あたりは 18.6 円。原産国はフランス。賞味期限は来年の3月です。銀色の無印の袋はかっこいいんですけど、もし誰かからこれだけをどうぞって渡されたら食べるのは躊躇しそうです。中身の情報がない食べ物ってね、私は不安なんですよ。3枚で1袋です。ブルボンのチョコ&コーヒービスケットって昔からあるお菓子なんですけれども、それにね似てるなと思ったんですけれども、味も食感も全然違いました。こちらのビスケットはほろっとしたブルボンよりパリッとしています。違いはバターかなちょっとよくわからないですけど、チョコレートは外国チョコにありがちな風味です。ブルボンビーキなので微妙な言い回しになっちゃいましたけど、私は美味しいと思いました。バゲット 1778& パリジェンヌ428円です。新商品です。5クープがパリジェンヌで、1クープがバゲット1778です。消費期限は翌日です。店頭ポップによると、いろいろ書いてあったんですけれども、画面に出しておきます。要するに原材料はそっくりですけど、バゲット1778はアントワーヌさんの編み出した独自の製法で、パリジェンヌは伝統的な製法にこだわってるけど、両方とも歴史を感じるクラシカルなフランスパンってことですかね。長さは48センチ、幅は5センチくらいです。長いので目的に応じて切り方を変えています。断面はこんな感じで大差ないです。左がバゲット1778で、右側がパリジェンヌです。クラストはカリッとして、クラムはしっとり柔らかです。どちらもクラシックなフランスパンで噛み応えがあり美味しいです。2種類の味の違いについてですけれども、
私は酸味の違いくらいしか分かりませんでした。こちらは朝食です。素朴な味わいなので半熟目玉焼きにつけて食べたりしました。細長いので斜めに切ってタルティーヌにしても食べやすかったです。トーストしてからバターを塗り、卵たっぷりのタルタルを乗せたものを、ズッキーニと魚肉ソーセージとエンジェルトマトとモッツァレラを乗せてから焼いたものの2種類です。昼食はチーズとフリルレタスとズッキーニと鶏肉のコンフィのサンドイッチと魚肉ソーセージとかぼちゃサラダのサンドです。スイカジュース1リットルが2本で396円です。通常価格は1498円で、賞味期限間近なのでお安くなっていました。期限は5月23日です。賛否両論の微妙なお味のスイカジュースですけれども、私は嫌いじゃないです。体にいいみたいですしね。原産国はベトナムです。ペットボトルの方が注ぎやすかったんですけど、パウチに変わってしまいましたね。冷蔵庫で寝かせておいたし、よく振ったんですけれども、3杯目の方が濃いです。スイカを食べ終わった後のお皿に残った汁の味ですかね。まあ微妙ですね。ハワイアンサーモンポキ1332円です。ずっと新商品と書かれたブリポキしか置いてなかったので、サーモンポキは久しぶりに買いました。でも 100g あたり438円とお高いので、一番容量の少ないものを選びました。消費期限は当日です。ノルウェー産のサーモンと玉ねぎ、白ごま、唐辛子が入っています。サーモンのカットの仕方は乱切りっていうのかな、もうバラバラです。金曜日の晩ご飯はこれだけです。アボカドが手に入らなかったのが残念ですけど、温泉卵との相性が抜群ですね。少しピリ辛ですけど、うちの子でも食べられる程度の辛さです。ごま油が効いていて美味しいです。10月にご紹介したフーティーユ南蛮ですけれども、賞味期限ギリギリになんとか食べきりました。最後の1個はカレーヌードルにしました。付属の火薬やオイルはすべて入れ、お湯を少なめに注いでから蓋をして3分。残り物のカレーをかけただけなんですけれども、有名なカレーヌードルのお味にかなり近かったです。謎肉も入ってますしね。今週の酒はアサヒクリアモルト糖質 70% オフです。ファミマアプリでいただいたものなのでコストコとは関係ないです。おつまみはズッキーニと塩昆布とツナのレンジ蒸し、ミックスナッツ、アルトバイエルンとエリンギの粒マスタード&ケチャップ炒め、2種類のタルティーヌ、コストコ縛りです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。